こんにちは。今日はワンデーレッスン動画で、ちょっとね、ベースのオクターブ奏法についてね、ちょっと動画にしてみようかなと、思ってます。ぜひね、何かの参考にしていただければなと思ってるんですけど、まあ、オクターブ奏法ってね、いわゆるこういうみたいな、ね、いわゆるベース、これってね、結構エレキベースならではの奏法なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ギターでやってもあんまり、このエレキベースでやるほどかっこよくないし、コントラバスはまずこういうフレーズってなかなか弾かないし、で、バイオリンとかチェロもね、弾かないと思うんですよ。で、ほんとシンセベースと、こういうエレキベースならではのこう16ビートにおけるね、このドンベッドンベッドンベッっていうのはね、そういうビートっていうか奏法なのかなと思うんですけど、で、それによってね、いわゆる 80s の、こうディスコね、こういうドンベッドンベッドッチダッチに対してドンベンドンベっていうのは、まあエレキベースのこういう奏法があったからこそできたのかなってすごく思うんですけど、で、最近すごくね、まあ、世界中でも、日本中でも、まあ、いわゆる音楽シーンでも、まあ、その、服装とかのカルチャーでも、80s ってすごくリバイバルが来てるなと思ってて、音楽もね、すごく 80s っぽい。ただまあ、そのまんま 80s のままやってるわけではないんですけど、いわゆる本当に今っぽさと、その 80s の感じが、融合したようなね、カルチャーと、ミュージックシーンがすごく流行ってるなと思うんで、まあそういう意味でもね、やっぱベースでこのオクターブっていうのはね、まあ弾けると、絶対役に立つっていうか、まあむしろこれって本当にまあもう時代関係なくこの奏法っていうのはめちゃくちゃ使えるんで、ぜひともね、マスター、したいなと思ってるんですけど、で、オクターブのね、奏法って言っても本当にいろんな種類があって、いろんな用途と、フレーズがあるんですけど、例えば、まあ、さっき言った一番代表的なのが、いわゆる 80s の、ディスコソングのようなこうみたいな、感じだったりとか、で、あと例えば、オクターブを、リフに入れる。みたいな感じでね、オクターブのフレーズを、リフに入れたりとか、まあ、あとほんと経過音にね、使うとかね、みたいな感じで経過音に入れるとか、本当にいろんな、オクターブフレーズっていうのがあるんですけど、本当にね、これは、まあ、ベーシストだったら、絶対弾けた方がいいっていうね、まあ、フレーズばっかりなので、ぜひね、一緒にやっていこうかなと思うんですけど、まあ、僕もすごいオクターブフレーズすごい好きで、いろいろ、やってて、まあ、二つ、なんかこう、すごくこだわってやった方がいいなって思うのが、まあ、まず1個目はミュートだと思うんですよね。ミュート。本当にはっきりね、このオクターブフレーズをはっきりこう、リズミカルに聴かせるには、本当に弦がミュートできてなかったら、抜けないというか。例えばまずこれを同時に弾いてしまうと、濁るので、まず抜けない。あとやっぱり、この、ルートとオクターブの音を、均一のね、コンプレッサーとか使わずに、均一に出せるように、しないと、例えば、do だけね、聞こえるのに、ここが弱いと、ここだけ聞こえなくて、なんかこう、ムラができてしまうとかある。まあ、これはね、すごく注意しないといけなくて。で、具体的にミュートは僕はやってるのは、予言の、ルート、まあ、例えば G でやって、予言の音を弾くときに、この3弦はね、この同じ人差し指で押さえる。こうならないようにやってるし、
で、この、5フレットの、オクターブ上の、ソを弾くときは小指で弾くんですけど、この残りの1弦は、小指でミュートしてますね、こうやって。若干正波気味にして、弾いてます。で、C、上行くときは、こっちで余弦をミュートして、で、変わらず、余った2弦は人差し指でミュートして、余弦ベースの場合はピックアップの上にね、余弦弾くときは置いて、ちょっとやってみますね。余弦ベースの場合は、例えば、ジャズベの場合だと、こうピックアップに置いて、3弦弾くときは、余弦で、余弦を指を置いて余弦をミュートする。で、正波で横の弦をミュートするのは一緒ですね。これすごい大事で、このミュートができるかできないかで、音の抜けが全然変わると思うんですよね。なので、まずミュートは必ず、意識して、他の音が鳴らないように、もう、動くときも、必ず、ミュートすると。で、僕は、ピッキングは絶対、オクターブフレーズ弾くときは、人差し指からなんですよ。これはなんでかわかんないんですけど、感覚で、8ビート弾くときは、別に中指からも人差し指も、スタート決めてないんですけど、どっちから弾くか。もう感覚的に、フレーズ的に、弾きやすい方で、中指から始めたりとか、人差し指で始めたりとかするんですけど、オクターブフレーズの場合はもう絶対人差し指からスタートして、交互に、やるようにしてます。これは、まあでも、感覚的に、本能的にね、やっぱそっちの方が弾きやすいんじゃないかなと、思うんで、これはまあ、もうみんな一緒かもしれないですね。中指からオクターブ奏法する人は見たことないんで、はい、そんな感じで、まあ一つ目の注意点はね、ミュートと必ずこれをしてください。で、絶対、フレットの際を、なるべくフレットのこの際を押さえると。ここでやると、やっぱり弦ビビっちゃうんで、もう全然違いますね。この辺で押さえると。この辺で押さえると、すごい、音が立つというか、なるべくフレットの際を押さえる。もうテコの原理を使って最小限の力で弾けるようにすると。これはかなりいいコツだと思います。はい。でね、二つ目。二つ目がね、これは僕すごい大事だなと思ってるんですけど、音符の長さですよね。ドンベンドンベンの。これ、まあちょっと聞いていただきたいんですけど、例えば、ってやるのと、これとか、めっちゃ印象が変わるというか、で、これはもう本当に、これこそがベーシストのセンスが問われるんじゃないかなと思うんですけど、例えば音符を長く弾くと、なんかね、すごくメロディックでグルービーな感じを生み出す。これね、音符の長さもほんと正解がないんで、自分がその曲に対してこれがハマるとか、この長さだと気持ちいいっていうのをね、見つけて、自分なりにチョイスしないといけないんで、まあそこがセンスだと思うんですけど、で、こう長く弾くと、ちょっとなんか横揺れプラス、グルーブのなんかメロディアスになる。で、一応オクターブ上だけ短くすると、そのハイブリッド版ですよね。メロディアスなのプラスキレが生まれる、タイトな、グルーブが生まれる。で、もう両方ともスタッカードだ。
6部の、ノリがグッとね来るようなこの音符の長さっていうのはもう僕はすごく一時期めちゃめちゃ苦戦してた時があって、なんかこうディスコソング弾くにしろなんかこうで弾くのがいいのかで弾くのがいいのか弾くのがいいのかなんか全部気持ちいいじゃんみたいな。そうだからもうこれはもう今もう周りの音とか聞きながらその曲の歌とか、一番聞かないといけないのは多分歌だと思うんですけど、歌を聴きながら音符をコントロールするというか自分が一番気持ちいいところにはめれるように、やる。この音符の長さっていうのがすっごい、大事だなと思ってて、なのでこれは絶対コントロールできるようになった方がいいと思うんですよ。でコントロールできるようになるにはどうしたらいいかというと、まず本当に目いっぱい音符を伸ばして弾くように、G でやりましょうね、さっきの通り。目いっぱい伸ばす。でできるようになったら、オクターブ上の音だけちょっとスタックアウト短くするという。まずほんとたっぷり、音符を長く取れるように弾いた上で、短くしたり両方スタックアウトでやるっていうね、3種類を、使い分けれるようになったらいいのかなと思います。であと1個は、たまに僕も入れるんですけど、このオクターブ上の方をダブルで弾くという、ピッキングで言うと人差し指このままみたいな、これもねできるようになったらいいですね。ゆっくりのテンポから例えばこう一箇所だけ入れるとね、そうすることによってねすごくまたこうなんて言うんだろう、ブンとグルーヴを押し出してくれるというか、そういう必ず、人差し指から始めて、こっち行ってでまたこういう風に結構難しいんですけどねこれ。はい、じゃあね、で今日は1個皆さんにちょっと課題フレーズを、ちょっとね与えたいなと思うんですけど、ロッド・スチュワートの「I'm Sexy」ですよ。あれね結構ロックの曲なんですけど、ベースがすごくねベッ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 ディスコっぽくて、ちょうど 80s ぐらいなのかな、70年代後半か80年代の前半で多分ディスコブームが来た時にロックだけどディスコをフレーズ取り入れようぜみたいな、多分そういうのがね結構あったと思うんですけど、それのこうかなり代表な曲なのかなと思います。ドナサマーのホットスタッフとかね、ロッド・スチュワートの I'm Sexy とかね、こうギターがすごくねジャーンとか歪んでてロックなんですけど、ベースがこうブンベッブンベッってねディスコやってるっていうね。でその I'm Sexy のサビ終わり、なんか落ちメロというか、なんかこうベースピックアップの部分があるんですけど、こういうこれめっちゃかっこいいんで、ぜひね皆さんにもねコピーしていただきたいんですけど、ゆっくりやるとこういう感じに
なるんですけど、まあ、必ず、フレットの際を押さえて。で、今回ダダは、僕、っていうこう、右左っていう風にね、ドゥンデデドゥンデデとまた違って、ドゥンデデデドゥンデ、経過音的にデデドゥンデドゥンデって入ってるんで、ドゥンデデデ、人差し指、中指で中指、人差し指ってやったら弾きやすいのかなと思います。でこの時も必ず粒立ちをもう揃える。コンプ使わずに粒立ちを揃える。これ今僕もアンプ直なんで、必ずコンプを使わずに粒立ちを揃える。で、あとフレットの際でね、押さえる。まあ、フレットのね、この際を押さえながら、ピッキングを均一に弾くと、まあ、コンプなくても全然音揃うんで、これでね、ちょっと、で、ちょっと、なんか好きなようにね、こう個性を入れてみたりとかして、ぜひね、ちょっと練習してみてください。はい、こんな感じで、今日はね、オクターブ奏法についてちょっといろいろと、まず、ね、コツとしては、フレットの際を必ず、まあ、これは本当にどんなフレーズ弾くときもやっぱフレットの際を押さえるっていうのはすごく、粒立ちを揃えるし、弱い力で押さえるのに重要だと思うんで、これをやる。まあ、オクターブの時、特にこの小指の時にね、必ずこの辺を押さえるよりもこの辺を押さえた方が、弱い力で、音がしっかり出るんで、で、ピッキング、この音もこの音も同じ音だったように弾くと、で、必ず隣の弦はミュートすると、正波のような感じで軽く触れてミュートすると、あともう音符の長さ、例えばさっきのロッド・スチュアートのやつも、このフレーズの場合は絶対切った方がいいですね。まあ例えば、いろんな本当に音符の長さですごく印象が変わる、この、オクターブフレーズはすごく音符の長さでベーシストのセンスが問われると、そこをね、今日はちょっと動画で、言いたかったかなと思います。長々と、ありがとうございました。